んにちは。いやー、いい天気ですよ。でも天気の話する時って大体話題がない時っていうね。ちゃんやかです。今回はですね、ちょっと冒頭に面白い話できなかったんですけど、野良ラジをさらに楽しくするアイテムをご紹介していこうと思います。ということで、ニョッキニョッキ、はい、GNSS アライザー。こちらハイテックから出てるハイテックな箱です。これなんぞやってことなんですけど、これがですね、空の向こうに浮かぶ人々が作りし星々と語らい、今そこに我あらんとする、もう意味がわからない。要は GNSS っていうのが衛星測位システムのことなんですよね。で、いろんな人工衛星と交信して位置を割り出してくれるってものなので、それって GPS じゃんって思うじゃないですか。GPS っていうのはグローバルポジショニングシステムの略で、アメリカの衛星測位システムのことを言うんですよね。で、これは GPS も使ってるんですけど、各国のいろんな衛星測位システムを使ってるので、GPS っていう限った名称ではなく GNSS、グローバルナビゲーションサテライトシステムなんですよね。まあ私もそんなに詳しくは分かってないんですけどね。で、やっぱり野良ラジオもっとさらに楽しくしたいじゃないですか。そこでですね、これをご紹介したいなということで今回持ってきました。で、これを使うことで何ができるのかというと、まずはスピードが測れる。そしてスピードが測れる。他にもドラッグレースモード、要は0から指定した距離までのタイム、ドラッグレース的な加速度を見れたり、あとはトラックレースモード、0スタートからになるので周回は計測できないんですけど、1周のタイムも測れるので、ジムカーナ的なコースを作ってタイムアタックの計測もできるんですよね。あとは地上のラジコンをする方にはあんまり関係ないかもしれないんですけど、コードも見れるようになってます。ということでオープン。中には本体と充電ケーブルと説明書が入ってますね。で、計測した情報なんですけど、本体には見ての通り何もないので、何で見るかというとですね、皆さんのお手元にあるこのスマートフォンですね。専用のアプリが iPhone 用、Android 用と両方あって無料でダウンロードできるので、お手持ちのスマートフォンでリアルタイムに情報が見れるんですよね。ただ難点はこれ Bluetooth のクラス2なので、本体とスマホの距離が10メートル程度でしかリアルタイムに情報を表示できないっていう部分はあるんですが、10メートルくらいの範囲に入っちゃえば、走ってる最中に計測した情報をパンと表示してくれるので、十分使って楽しめるものになってるかなと思います。ということで今回はですね、実際にこれを使った感じを見ていただこうと思います。とはいえですね、あんまりスピード特化型のラジコンって私作ってないので、以前にも走行させたエンジンカー、こちらの FOX ですね、メンテナンスもしてきちんと走れるようになったかチェックもしたいので、今回はこの FOX につけて試していこうと思います。テイク。かっこいい。じゃあこの GNSS アナライザーがどんな感じで動くか見てみましょうか。割と距離が近いんで結構リニアにスピード出ますね。面白い。ちょっと Bluetooth 切れちゃったな。でも帰ってくると再表示されますね。で、この記録値を押すと今の走行のロガーが見れますね。
水色のラインがスピードで赤が加速度、マックス18キロですね。いやー、最高速見てみたいな。行ってみますか、最高速。じゃあ最高速チャレンジ行ってみましょうか。何キロ出るかな。よし、じゃあロガー見てみましょうか。こんな感じで最高速34キロですね。ちょっと距離が短くて踏みちぎれなかったんで、まあまあこんなもんですね。いや、これは楽しい。よし、じゃあレーストラックモード行ってみましょうか。よし、じゃあ結果見てみましょうか。走行距離210メートルで最高速度41キロですね。平均速度が17キロで、経過時間が41秒。これジムカーナー的なコース作って何台かでやるときはちょっとこれコンマ何秒が表示されないんで、こういう他の平均速度とか最高速でポイント加算するっていうのもなんか面白そうですよね。いやー、これ本当に面白いな。はい、フォックスボロボロということでですね、この GNSS アナライザー、私はまだ使い慣れてないんですけど、きっともっといろんな可能性が詰まってると思うんですよね。で、ラジコンの楽しみ方って本当にたくさんあると思うんですけど、これがあるとですね、ノララジでの楽しみ方の幅もぐっと広がってくるんじゃないでしょうか。で、これを使った凝った遊び方とかじゃなくても、私の場合はその自作のスピードチェッカー使ってるんですけど、あれがなくてもですね、さらにあれを作るよりローコストで、これさえあればご自身のラジコンのスピードも測れるので、いろんな遊び方ができるんじゃないかなと思います。なので気になった方はぜひゲットしていただいて搭載して楽しんでいただければなと思います。終わりということで、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。しなゆかでした。